皆さんこんにちは。人類の希望ラテンアメリカン怪奇スクです。皆さんスプラトゥーン3はプレイしていますか？私は8月に発売された文豪が戦う格闘ゲームライトンファイトで一人遊んでいます。このゲーム公式 Twitter アカウントが疲れ果てたプログラマーによって誤ってパッケージ化されましたなどと言っており、 Steam ストアページの最も参考になったレビューではThis is not game. とまで言われています。 Steam で792円で販売されていましたが、おびただしい数の不具合のせいか現在は販売停止中です。不具合を修正して販売再開予定とのことですが、今回は販売停止前のバージョンで起動方法、ゲームシステム、15人のキャラクター、ヤバめなテクニックについて紹介します。まずゲームの起動方法についてです。 Steam で購入済みの状態でプレイボタンを押します。アップデートがエラーになります。もう一度プレイボタンを押すとやっぱりエラーになって遊べません。このゲームそのままではプレイボタンから遊べないので、歯車マーク、管理、ローカルファイルを閲覧から WNF.exe を直接実行してください。 WNF.exe をゲーム .exe にリネームすると Steam のプレイボタンで遊べるようになり、 Steam のプレイ時間が加算されるようになります。ただし VSP2 モードを選ぶと対戦前にタイトル画面に戻るようになるため対戦ができなくなります。 WNF.exe を直接実行する方がマシです。起動後です。マルチプレイヤーモードはマーク・トウェインの首が回っているだけでおそらくマッチしません。一番上のローカルゲームを選んでください。 VS2P がローカル対戦、ブックタワーが CP 優先です。動かない相手で練習したいときは VS2P で良いです。倍速モードや弱点位置が移動するモードもあります。またどのモードでも2試合目になると挙動がおかしくなります。このようにキャラが突然倒れてトルストイになり操作ができません。どうにもならないので1試合ごとにアプリを再起動してください。操作説明です。操作は画面の表の通りです。アビリティの数はキャラによって違います。この後の説明では数字の順に1アビ2アビと呼びます。1回使用するとアイコンが復活するまで使用できません。アビは空中でも打つことができます。パンチやキックを順番に押したり移動ボタンと組み合わせることで特殊な技を出せるキャラもいます。ただしこのゲーム攻撃が地上で連続ヒットしないので多段攻撃にもガードボタンで割り込めます。下段や中段も設定されているので立ちガードとしゃがみガードを使い分けましょう。相手をステージの端側に追い詰めると相手の頭上で本が開きます。この時にしゃがみ合いなどで相手を浮かせると自分の分合的な領域に連れ込むことができます。領域の持続時間、効果はキャラによって違うようです。さらに相手を端に追い詰めると頭上に球体が出現します。この時立ち合いなどを当てると10割ダメージです。また相手を10割ゾーンよりさらに奥に追い詰めると画面がアップになります。そこでしゃがみ合いなどで相手を浮かせると相手は椅子の上で浮いて動けなくなります。今回はこれを分合ピンチ状態と呼びます。分合ピンチ状態になるとそのラウンドは脱出不能です。ボコボコにしましょう。自分が画面端に追い詰められると同じ目に遭うので追い詰められないようにしましょう。ここからはキャラの紹介です。使用可能キャラは15人。上段左から紹介します。1人目、総接近です。1アビは口から目つぶし的な緑色の何かを発射します。2アビは一定時間無敵になります。3アビは分合的な波形で攻撃します。領域は静かな雪山です。領域の持ち主が近距離で攻撃を当てると蛇になって巻きつきます。これは領域の時間が切れるか相手の体力がなくなるまで続きます。2人目、ハワード・フィリップス・ラブクラフトです。1アビは相手の近くにワープします。2アビは足から謎の生物のパワーを発射します。3アビは相手の足元から謎の生物で攻撃します。4アビは拳から謎の生物のパワーを発射します。領域はタコ魔人の空間です。一部のアビに追撃効果がつきます。3人目、ジェームズ・ジョイスです。1アビから4アビまで全て拳からの分合パワー発射です。ジョイスはアビ使用不能時間中でもアビリティを使用することができます。領域は酒場です。領域にどのアビリティで押し込むかで領域の効果が異なります。領域に行くたびに効果が重複してめちゃくちゃになります。4人目、アレクサンドル・デュマです。
1アビは爆発物を蹴ります。領域は馬と兵士が攻撃してくる場所です。馬は相手が正面にいるとき、兵士は相手がジャンプしたとき攻撃します。5人目アーネスト・ヘミングウェイです。1アビは石膏像を投げます。2アビはガード不能の牛を召喚します。3アビは使用後一定時間相手の攻撃を自動的に避けます。4アビは酒の霧を周りに吹き散らかします。領域は金が浮いている広場です。相手が同じ場所にいると金が落ちてきてガード不能で10割ダメージです。6人目芥川龍之介です。1アビは発動後に攻撃を受けると焼けた丸太と入れ替わります。2アビは分身が相手の背後から下段蹴りを行います。相手は立ちガードできません。3アビは空中浮遊しての多段蹴りです。芥川龍之介の名言10倍返しだの文字が浮かび上がります。4アビは文豪的な爆発です。領域は大量の芥川龍之介が出てくる藪です。大量の芥川龍之介は攻撃をしてくれますが攻撃判定はありません。7人目ヒョードル・ドストエフスキーです。1アビは斧を投げます。2アビは斧で切りかかります。3アビは斧で連続して切りつけます。領域は足場が浮いている暗い街です。効果は分かりません。8人目チャールズ・ディケンズです。1アビは文豪的なパワーで爆発を起こします。領域はクリスマス風の家です。自分が行方不明になります。次のラウンドになっても帰ってきません。9人目ウィリアム・シェイクスピアです。1アビは文豪的なパワーで地面を隆起させます。2アビは剣を飛ばします。相手に触れると相手の近くにワープします。領域は血の池地獄です。アビの後黒い影が追撃し相手を凍らせるようになります。10人目エーリヒ・マリア・レマルクです。1アビは爆発するネズミを投げます。2アビは一定時間透明になります。領域は暗い軍事基地です。領域内ではレマルクがずっと透明です。11人目ラテンアメリカンオーサーです。1アビは一定時間逆立ちになり特殊な攻撃ができます。2アビは発動後に相手の攻撃を受けると相手を凍らせます。3アビは文豪的な氷を発射します。領域は花が咲き乱れる楽園です。戻る時に元のステージと融合して地形とゲーム進行がめちゃくちゃになります。12人目レフ・トルストイです。1アビは文豪的な突進技です。2アビは文豪的な上段側頭蹴りです。3アビは文豪的な3連続射撃です。領域は雪原です。相手は常に10割リーチ状態になります。領域で決着がつくと自分と相手が分身してめちゃくちゃ動きづらくなります。13人目マーク・トウェインです。1アビは巨大なパイプから風を吹かせて相手を押し出します。2アビは拳から文豪的なパワーを発射します。領域は港、数々の弾丸が相手に襲いかかります。ただし弾丸に攻撃判定はありません。14人目アレッサンドロ・マンゾーニです。1アビは多段の文豪突進技です。2アビは拳から文豪的なパワーを発射します。領域は骸骨がいる崖っぷち。相手キャラを画面左に連れていくと骸骨が崖に突き落としてくれて勝ちです。ただし自分が崖側にいると巻き込まれて自分が先に落下して負けになります。15人目アントワーヌ・ド・サンテグジュペリです。1アビはプロペラを投げつけます。2アビは飛行機を投げつけます。領域は砂漠、効果は分かりません。特殊テクニックの紹介です。7位無限ジャンプ。後ろとジャンプを連打すると一部のキャラを除いて無限にジャンプできます。使用したアビのキーを使って飛べるキャラもいます。ステージの外で落下すると次のラウンドになっても帰ってこなかったりゲームが進行できなくなるのでほどほどにしましょう。6位サンテグジュペリ J 合図らし押しで自分がフリーズします。相手に攻撃されるかタイムアップになるまで動けません。やらないようにしましょう。5位シェイクスピア。しゃがみっぱなしでアビを打ってからそのまましゃがんでパンチやキックを打つとなぜかアビのエフェクトが出ます。1アビ2アビのどちらでも可能です。4位デュマー&ジョイスの馬ハメ。相手が領域の馬の前に立つと馬にキックされるのですが馬の攻撃がヒットする直前に浮かせておくと相手が起き上がれなくなります。こちらの攻撃は当たりませんが馬のキックでダメージを与えることが可能です。あとは馬に押し込みましょう。3位各種文豪ピンチ状態。ラブクラフトの領域展開中2アビで文豪ピンチ状態にできます。
シェイクスピアも領域展開中に2アビから追撃すると文豪ピンチ状態にできます。ラテンアメリカンオーサーは領域展開中でなくても2アビ反撃後に3アビで文豪ピンチ状態にできます。万蔵には1アビ直後2アビで文豪ピンチ状態にできます。2文豪ピンチ体質。ジェームズ・ジョイスとレフ・トルストイは一部のキャラのジャンプキックを地上で食らうと文豪ピンチ状態になります。またこのゲームジャンプ直後に攻撃を出すと一部の技はしゃがみガードしている相手にも当たります。そのためジェームズ・ジョイスとレフ・トルストイは見えない中段から10割食らいます。芥川龍之介は2アビが下段なので2アビ上りジャンプキックが同時に当たりガード不能から10割です。1存在が反則の総接近。このゲームはラウンド前のファイトの遠い終わったあたりで動けるのですが全15キャラの中で総接近だけ2ラウンド目以降の画面が表示された瞬間から自由に動けます。移動に加えて攻撃や必殺技も使用可能です。このゲーム開始位置がずれており左の画面端の方がかなり近いです。1ラウンド目の時点で左にずれていますが2ラウンド目以降はさらに左にずれます。そのため 2P 側の総接近はこのような連携が可能です。相手が動けるようになる前に相手を領域に打ち込むことができます。 2P 側だと領域に飛んだ相手が自分の方に飛んでくるので領域専用の追撃を行うことで10割ダメージです。やられる側は開幕画面が表示される前にジャンプを連打すると逃げられることがあります。もう連打しましょう。またジェームズ・ジョイスとレフ・トルストイはもっとひどい目に遭います。開幕前に文豪ピンチ状態にされます。文豪ピンチ状態のまま倒されると次のラウンドの開幕前にジャンプができません。3本取られるまではめられます。特にトルストイは開幕前のジャンプが出にくくラウンド1で勝ってもその後3本はめられます。キャラ替えしましょう。番外編。勝利時にエスケープキーを押してメニューを出します。勝利カウントに注目してください。なぜか勝利カウントが増え続けて3本勝ったことになります。文豪アルティメット KO です。もうダメかもしれません。いかがだったでしょうか。このゲームですが致命的な不具合さえ治れば面白くなりそうな予感がします。販売再開されたら買ってみてください。ご視聴ありがとうございました。